れを詰めるためにどうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青久と言います。今回もその経験と知識から得られたものを皆さんにお話ししていこうと考えております。今回は極真史上最強シリーズ第3弾塚本典親、その空手革命の歴史パート2といたしまして、前回お話しした第6回世界大会優勝後からお話ししていきたいと考えております。極真の第6回世界大会において初出場、初優勝、そして21歳の最年少記録という金字塔を打ち立てた塚本典親。数字だけ見ればそれは紛れもなく大記録。それによって一躍彼の名は、彼の空手家としての地位は不動ものとなってもおかしくはないほどです。しかし残念ながら現実は違いました。優勝当初、彼の世界大会優勝のその記録はまぐれと呼ばれていました。それはほとんど噂ではなく、そういう考え方が一般的なものにすらなっていたのです。その根拠といたしましては、極真空手が第6回世界大会で分裂したこと、それより戦力が分散し、そして彼が所属していた支部長競技派と呼ばれていたその団体には、その頃強者と呼ばれていた山木健二、和美はじめ、そして史上最強の外国人と呼ばれていたフランシスコ・フィリオ、人間狂気と呼ばれていたグラベ・フェイトーザがいないことなどが関係していました。さらにそこに加えて塚本典親は世界大会で優勝するまでは全日本ウェイト制重量級ベスト4、前年の第26回全日本大会ベスト8の記録しか持っていませんでした。いわゆるポットでの人間に見えなくもない。それゆえに世間の声は言っていました。最強不在の中、たまたま優勝しただけだ。そんな失礼極まれない憶測があちこちでなされていた。それは当然当人の耳にも聞こえていた。本人の家族にも聞こえていた。それは後に撮影されたドキュメントの中で彼ら自身の口から語られています。それによってその噂が一種の真実を含むような風潮にさえなっていました。しかしそれを言葉で反論しても仕方ないことは、誰よりも塚本典親本人が深く痛感していたはずです。武道家である以上、格闘家である以上、空手家である以上、強さは実践で証明するしかない。そして塚本は勝ちまくりました。第6回世界大会優勝後、それまでの世界チャンピオンはほとんどが引退の道を選びました。しかし塚本典親は第6回世界大会優勝後、海外に武者修行の旅に出ます。世界チャンピオン、世界で一番強い男になった後、さらに強さを求めて世界中を武道行脚したのです。そして次の年に行われた第28回全日本大会にエントリーします。その結果は恐るべきものでした。一般的な空手家というものは、大会中1つか2つ一本勝ちが取れればそれは上等というものです。拳で顔を打てない以上、蹴りでしか顔面を狙えない以上、相当な実力差がなければなかなか倒すというのは難しいというのが現実でした。それも相当に実力差が離れている1回戦2回戦で見られる程度。しかし悔しい思いを抱え、世界を行脚して修行してきた塚本典親はそんな常識をも打ち破りました。全7試合中5試合の一本勝ち、1試合の技ありという圧倒的な強さ。ただの判定勝ちは準決勝戦の岡本徹との戦いのみ。
その壮絶な強さは筆舌に尽くしがたいものがありました。1回戦に至ってはわずか7秒の一本勝ち、さらに上段前蹴り、上段内回し蹴りという、通常はそもそもが当てることすら難しい技での一本。決勝もあの世界大会ではあれだけ苦戦させられた鈴木邦弘を相手に一方的に攻め込み、通常の一本勝ちの規定である3秒どころか10カウントですら生ぬるいほどの完全なる勝利。さらに次の年に行われた極真空手初の体重別での世界大会空手ワールドカップでは、その直前に利き腕である左手首を骨折。さすがに厳しい戦いになるかと思われましたが、そこでも塚本典親は全く他の追随を許さない圧倒的強さを見せつけて優勝。1回戦などは利き腕を使えないにもかかわらずに飛び膝蹴りで技ありを奪い、次の巨漢にしてパンチ力に至っては後の世界大会であの鉄拳鈴木邦弘すら圧倒したマラデン・ペキックに対して一歩も引かぬラッシュで完勝。決勝では前回の全日本大会準決勝でも再延長まで苦しめられた岡本徹に対して再延長まで持ち込み、最後は得意の新型前切りを腹に突き刺し、そこからの猛ラッシュでワールドカップの初代の優勝の栄冠を奪取。さらに同年行われた第29回全日本大会も全試合本戦決着での完全無欠の2連覇。その頃にはあまりの強さのために対戦相手が間合いに入れなくなっており、塚本典親が追いかけて捕まえなければならないというありさま。優勝後に一本勝ちを取れなくて申し訳ないという前代未聞の言葉すら飛び立つ。優勝するたび稽古時間を1時間延ばす。その記事の内容が事実だとするのならば、そして真実事実なのでしょうから、結果的に33連勝していたその時期、彼は1日一体どれだけの稽古を積み上げていたのでしょう。そして運命の分岐点は第30回全日本大会。彼の体は巨大と言って構わないものでした。その威圧感だけで言うのならば、しかし彼のそのまとうオーラ、その表情はかつてないほどに重苦しいものでした。なぜならその試合直前、彼は肺炎にかかり緊急入院していたのです。試合当日も全くパンチはしていない様子でした。事実として1回戦2回戦なんとか無理やり手を出している、そういった様子。彼を知る近しい人々は危険を進めました。当然のこと。その状態はもはや勝つ勝たないどころか試合ができるような体調ではありませんでした。しかし彼は強行出場し、迎えた3回戦、新鋭の石原正と戦い、序盤こそは圧力でごまかしていましたが、中盤からそのラッシュに手が追いつかなくなり、判定で敗れることになります。誰もが目を疑いました。取り巻きは皆泣き崩れていました。私もその方を受け、信じられない思いをしました。しかしそれは一時のことで、すぐにまたあの無敵の強さを見せてくれる。誰もがそう信じていました。しかしその翌年に迎えた第7回世界大会、彼の体重はベスト体重を10キロ近くも下回っていました。皆その変化に驚いていました。しかし初戦は秒殺での一本勝ち。さすがは塚本典親だ。そういった空気が流れたことは間違いありません。もう大丈夫、あの塚本典親が戻ってきた、そう安堵したのもつかの間。迎えた次の試合、対戦相手は確かに後のヨーロッパ大会重量級準優勝の強豪ではありましたが、しかしそれにしてもあのステップや華麗なる組み手は鳴りを潜め、打たれる側に膝を打たれ、あばらを打ち据えられ、全く押し返せない展開が続きました。誰もが持っていました。パワー不足、調整の失敗、オーバーワーク。その試合はなんとかかろうじて勝ちを拾いましたが、次の4回戦では中量級の燃えるゲルマン魂の異名を持つムサファー・バカックを相手に全く捉えることができず、ダメージを与えられず
体重判定によって敗れます。光と影が色濃く出た時代と言えるかもしれません。